ヤングパリジャンにはグラムロックというテーマがあると思うんですけど、常さんにとってのグラムロックというものを教えていただいていいですか？そうですね。自分は、ロカビリー、50年代のロカビリー、50年代のロックンロール、60年代の、主にイギリスのブリティッシュビート、それからパンク、ニューウェーブが好きなんですけど、それ全部つなぐものが、やっぱりグラムロックなんですよね。で、グラムロックっていうのは、ロックンロールリバイバル、70年代に起きた50年代のロックンロールリバイバルでもあるので、50年代の要素はふんだんに入れれますし、いつも言ってるんですけど、パンクとグラムっていうのは僕は地続きだと思ってるんで、パンクのルーツ、ニューウェーブのルーツでもあるので、グラムロックが一番自分にとって自由に、自分の好きなものを全部表現できる場なんです。で、そうですね。パンクとグラム地続きっていうのはちょっと意味がわかりづらいかもしれませんけど、パンクって実はそんなに長いことあった音楽じゃなく、やっぱトレンドだと思うんで、すぐにニューウェーブってものになったと思うんですよ。パンクって言葉がすぐ古くなって、今と違って時代の移り変わりが早いんで。で、ニューウェーブって言葉もすぐやっぱり古臭い手垢のついた言葉になったんで、その後オルタナティブとかに言葉が変わっていったと思うんですけど、そういった意味で、パンクは自分にとってはね、グラムの一種だと思ってるんで、うん。そうですね。そういう意味でグラムが自分にとって一番自由に表現できる場であり、なおかつ50年代以前の、例えばジャズスタンダードだったり、そうですね、クラシックだったり、シャンソンだったり、そういった音楽も僕は好きなんですけど、この辺も全部グラムのフィルターを通せばやれるので、一番自分が表現しやすいということですね。あとは結成当初割とギターウルフフォロワーみたいなバンドが多かったので、カージャン着てリーゼントしてサングラスとか、あと一方で、メロコアミクスチャーブームだったので、半ズボンで、キャップ被って、ちょっとブカッとした T シャツを普段着みたいなバンドも山ほどいたんで、そのどっちもの対局をやりたかったっていうのがあります。今となっちゃ割と普通なんですけど、結構化粧してやるバンドとかは、周りにほぼいなかったんで、うん。これは狙い目だなと。狙い目っつったってもともとデビッド・ボーイと T-Rex がすごい好きで、パンクより前に普通のロックが好きで、パンク好きになってから、その前に聴いてた音楽、やっぱり誰しもそうだと思うんですけど、聴かなくなるんですが、デビッド・ボーイと T-Rex はずーっと好きなまんまでいたので、はい。やっぱり、で、みんなが思ってる以上にデビッド・ボーイとロキシーミュージックの影響っていうのは、いろんなミュージシャンに本当に大きかったと思うんですよね。で、この間トム・ロビンソンにインタビューした時も、やっぱりデビッド・ボーイとロキシーの名前出してたし、ロキシーのカバーもやってたし、で、先日亡くなったテリー・ホールも、やっぱりデビッド・ボーイとロキシーミュージックが好きで、で、パンクバンドが減って、あの人は、スカーでツートンでスペシャルズやったと思うんですけど、イギリスのミュージシャンにとってはやっぱりデビッド・ボーイ、ロキシーミュージック、T-Rex、スレードっていうのはすごく大きな存在だと思うので、うん、そうですね。だからイギリスの、アメリカ、イギリスで分けて聞く人はあんまいないのかもしれませんけど、僕はどっちかっていうとイギリスのロックが好きなので、もちろんアメリカのバンドでも好きなバンドいっぱいいますし、ニューヨークパンクとか、ベルベットアンダーグラウンドから派生したものはちょっと置いといて、大体基本がイギリス寄りなので、イギリスのユースカルチャーみたいな音楽には
必ずデビッド・ボーイとか T-Rex、スレード、その辺が関わってくるかなっていうところで、まあ避けては通れないところだと思うんですけど、ちょっと話が散らかりましたが、いろんな音楽が好きで、いろんなことやりたいけど、まあ、言い方悪いけど、グラムってフィルター通せば辻褄が合うかなと。別にこう、なんですかね。その時に、モッツの格好してモッツの曲をやって、テディバーの格好してテディバーの曲やりたいとかではなくて、まあ、それを全部グラムのフィルターでヤングパリジャンっていう、そこに落とし込むことにしか興味がないですね。今も普通にこうヒップホップとか、いろんな音楽を聴いてるんですけど、それが最終的にヤングパリジャンというバンドのグラムロックにどうやったら落とし込むかを考えて音楽は聴いてます。それ以外は何も興味がないですね。はい。